はじめまして、心理カウンセラーの藤尾由里です。はじめに自己紹介をさせてください。私は自閉スペクトラム症の特性を持っていたため、子供の頃、コミュニケーションの仕方がわからず、人付き合いにおいてかなりの苦労をしました。会話をするとき、相手がどんな返事を求めているのか全くわからず、人と話すことができませんでした。そのせいで、授業もわからず、友達付き合いもできなかったので、いじめにも遭いました。母親はいつも怒ってるので何か言わないといけないと焦る気持ちからどもり癖もつきました。心が休まるのは当時飼っていた犬や猫といる時だけでした。わからないのはコミュニケーションではなく人の顔がわかりませんでした。道はすぐに覚えるけど人の顔は家族ですら覚えることができませんでした。その頃は自閉症と診断されるのは重度の人だけでした。通常クラスにいたから小学生時代は今思い出しても闇そのものでした。年齢とともに勉強もできるようになり、コミュニケーションも取れるようになりました。でも、未だに人の顔を覚えることはできません。就職して、私は人並みの幸せを求めて結婚もしました。結婚前は優しかった夫は、結婚後、私の心をえぐるようなことばかり言うようになりました。言うことを聞かないと、何ヶ月も無視をされたりしました。私が至らないせいと思っていましたが、周りからモラハラだと教えられました。何年間ももやもやした気持ちでいた私は心理学に出会い脱出できました。とても感謝しています。それから私は心理学に興味を持ち、私と同じような苦しい気持ちと戦っている人々の心と健康をサポートすることを目標に今後の人生を歩みたいと考えています。心理カウンセリングの世界は心の奥深い部分に触れ、人生を変える力を持っています。はるか昔、ギリシャ時代から哲学という名前で心理学は存在しています。人生の悩みのほとんどは人間関係に起因するものです。繊細な心の持ち主ほど心に受ける傷は大きく計り知れないダメージを与えます。心の不健康が体の不調を生み出すのです。ストレス社会と言われる日本ですが、アメリカなどと比べ心理カウンセリングを受ける人は驚くほど少ないです。その理由は日本人は我慢が美徳とされてきた歴史があるので、心理カウンセリングを受ける人は脱落者のように感じる人が多いからです。でも皆さんは風邪をひいたら病院に行ったり薬を飲んだりしますよね。心の傷も同じで心の風邪とも言います。どんな傷も軽いうちに手当てをする必要があるのです。私は心理学の力を最大限に活かし、皆さんの成長と幸福に貢献したいと考えて YouTube を始めました。YouTube の世界では私はまだ赤ちゃんのような存在ですが、この YouTube を通して皆様と共に学び、成長し、皆様の心の健康をサポートすることができたら嬉しいです。まずは自分の考え方の基本になっているマインドセットから変えていきましょう。人生100年時代です。長い人生、楽しく過ごせる第一歩としてご覧ください。私と一緒に明日からポジティブな私になりましょう。